皆様こんにちは。今日は1984年のカプコンのアーケードゲーム、ソンソンを取り上げてみます。ソンソンとは全く関係ありませんので、お間違えないようにお願いします。間違えようがないんだぜ。ソンソンと聞くとファミコン版を思い出す方が多いと思いますが、今回はアーケード版を取り上げてみます。ソンソンは2人同時プレイが可能な横スクロール型のシューティングゲームで、1P がソンソン、2P がトントンと、最遊記をモチーフにした設定になっており、縦方向へは、6段階の定位置への移動のみで、このシステムは今でも珍しいのではないでしょうか。操作方法は方向レバーとショットボタン一つだけとなっていて、特に覚えることはなく、とっつきやすいシステムになっています。今回はプレイステーション版で、時期を最大まで増やし、おまけに難易度はイージーで遊んでみました。簡単すぎるんじゃないか？そう思われた方もいるとは思いますが、知る人ぞ知る。アーケード版、ソンソンは、可愛らしいキャラクターやグラフィックとは裏腹に、超、高難易度なゲームになっています。難易度を引き上げている要素といたしまして、ステージを進むにつれての、敵の攻撃の激しさは当然なのですが、ゲームシステムにコンティニューが存在しないため、金に物を言わせてのゴリ押しプレイができないようになっています。地獄の沙汰も金次第と申しますが、天竺への道はあまりにも遠く、誰も見ない北ガルが遥かな世界となっております。ゲームシステムといたしまして、本作には、ステージクリアという概念がなく、最上段の岩に、残りのステージ数が刻まれていて、先に進むにつれて床のグラフィックが変化していくようになっています。これは、本作の前年に登場したゼビウスの影響を受けているようで、他にも隠しキャラの存在などからも、それらを伺い知ることができると思います。余談ではありますが、ワンコインクリアなんて言葉がございますが、この時代のゲームには、コンティニューが存在しないものが多く、ワンコインでどれだけ長い時間遊べるかが、重要だったわけでございます。迷惑な客だけどな。そのためには、得点ごとに時期が増えるシステムが重要であり、スコア稼ぎが重要だったわけであります。ハイスコアなんていうものは、その結果の副産物であり、実のところ、スコアにこだわっていたプレイヤーはほとんどいなかったのではないでしょうか。とは申しましても、人間、優劣を決める場合、何らかの指標が必要なのは確かでございまして、ソンソン登場の翌年の1985年から、ハドソン全国キャラバンなるものがスタートし、シューティングゲームの得点で競うこととなるわけでございます。ウプ主も恥ずかしながら、第1回の大会が近所のおもちゃ屋で開催されたため参加いたしました。かなり昔の話でございますので、何位だったかすら覚えておらず、覚えていることと言いましたら、恥ずかしかったことと、ゲームがスターフォースだったこと。あと、もらった景品がジョイボールという、めちゃくちゃ使いにくいコントローラーをもらったことです。あまりの使いにくさに、すぐに売ってしまったのですが、その当時、ゲオなどの買い取りショップはなく、質屋に持っていくしかなかったわけですけれども、今のようなゲーム機器に対しての認知度はほとんどなく、おまけに、相手が子供ということもあって、二足三門だったように記憶しております。それよりも、今思えば、身分証明書も何も提示しない子供から、名前と住所を自己申告するだけで、ほぼ何でも買い取ってくれていたことの方が驚きです。余談が長すぎました。ソンソンに話を戻しますと、この時期のカプコンの作品にはシンボル的なキャラと言いますか、ボーナス的なアイテムがございまして、それがヤシチとパウになります。特にヤシチは、魔界村以降の作品にも登場し、広く知られていくことになるわけです。ちなみにヤシチというのは水戸黄門に出てくる風車のヤシチから来ているみたいです。本作には、他に隠し要素かどうかはわかりませんが、高得点のジャンボフーズを取り損なった時に現れる、エリマキトカゲなども存在したりします。
襟巻きトカゲは、画面の左から右へ走っていき、取り損なった高得点アイテムの半分の点数のアイテムに代わる救済処置になっています。襟巻きトカゲといえば、その昔、襟巻きトカゲブームというものがございまして、改めてググって調べたところ、1984年6月15日に、襟巻きトカゲが初来日とのことでした。タイムリーに有効のキャラクターを登場させるあたりが面白いですね。今回の動画、立ち絵はないどころか、私が一人でしゃべくっているわけですけれども、毎回、動画作成に時間がかかりすぎていて、もっと効率的なやり方はないのだろうかと思い、このような簡易編集の動画になっているわけでございます。このような動画でも見てくださる方がいらっしゃるようでしたら、シリーズ化でも考えている次第であります。それでは最後までご視聴ありがとうございました。